コルグのナノシリーズの2、このね3つのシリーズが、2としてですね新しくなりました。これがオリジナルのナノシリーズですね。これがねこんな感じで、進化してますけど、どのように進化したかっていうところですね、じっくり紹介してみたいなと思いますね。上からナノキー2、ナノコントロール2、そしてナノパッド2でございますね。今私、Mac 使ってますけど、この USB ケーブルから今ハブ経由でね3つ、同時に使ってますけど、しっかり高級感があるよね。私は今白のシリーズ使ってますけど、もちろんブラックバージョンもありますから、お好みでこうどっちを選んでも良いんじゃないかなと思いますね。さて、実際にどんな感じで使うかっていうところを紹介しましょう。今私のところでキューベースが立ち上がってます。で、イージードラマね立ち上がってますね。もちろんこのナノシリーズにはね、イージードラマのライト版、そして M1LE とかね、エイブルトンライブの LE 版だとかラウンジリザードとかね、もちろん、バンドル版がついてるんですけども、ね、このイージードラマ、当然ナノパッドではやっぱりねパッドはいいわ。このねタッチ感といい、しっかり16個ついてるのが嬉しいね、このパッドがね。でね面白いのがこのゲートアルペジエーターなんだけど、これねこの今分かりますかね、このスネアの音を押しっぱなしにしてこのパッドのところを動かすと連打してくれるね。X 軸で XY でこれベロシティとこの連打の、速さが変わりますね。キューベースを使ってる分には本当に面白くいろんなことができて、このナノコントロール2においてはですね、当然のごとくコントロールサーフェイスとして動きますわな。どこ行ってみましょう。OK、プレイバック。いいんじゃないの。このバンドルされている M1LE、 これをねやってみたいと思うんですが、もちろんこれ M1 のソフトシンセなんで鍵盤で弾こうかなと思いつつ、ここでねまたパッドが活躍するわけ。このね、ここでスケールもね全部作れるんだけど、例えばこれにこういうこともできるわけよこれ素晴らしいですね。コードがちゃんと鳴ってるでしょ。これね実はエディターがちゃんとありましてですね、このエディターでね例えばこのパッドを選ぶとこのようにこのどのパッドに何の音をアサインするか、例えばさっきノートが鳴ったのはここでノートをね、こうやって全部で4つまで足すことができるわけですよ。こういうことができるのが楽しいよね、やっぱりね。この鍵盤使ってやってみましょうか。この鍵盤もね実は本当よくできてて、もうちょいベルシティでしょ、ピッチベンダー、オクターブ、モジュレーションでねサスティンがついてるんだよね。これはね非常に使えると思いますね。結構サスティンペダルを使うシーンっていうのはもちろんピアノ系とか使う時にも
結構あるんで、これはいいと思いますね。じゃあこれ録音してみましょう。プレイバック。ここでね、当然この、ナノコントロールを使う場合っていうのは、ここに例えばサイクルボタンがあるようにこれ、当然ループしますからね、ここでね。当然録音されたものはここでミキシングができるわけですよ。ちょっとやってみますね。バッチリですね。で当然ねこれねソロとかミュート全部連動してんのよこれ。ねバッチリですね。今3つのトラックしか使ってませんが、このトラックのところでね、もちろん8つ以上のトラックも全部コントロールできますから、もちろんマーカーも即セットができたりとかね、まあよくできていますね。というように非常に便利に使える、このナノパッド、ナノコントロールナノキーの2のシリーズね。いやー素晴らしいです。このように、今キューベース使ってますけども、プロツールズでしょ、ロジック、ガレージバンド、デジタルパフォーマー、ソナーとかね、もちろんキューベース、このように、今後順次どんどん増えてきますからね、エイブルトンライブももちろん使えますね。というように、ものすごく、使える、しかもリーズナブルなお値段で買えてしまう。私は当然3つ、揃えたいなと思いますですね。ということでね、今度はね、ガレージバンドを立ち上げてみました。そうするとどうなるかというと、当然このナノコントロール2でもバッチリ制御できるわけ。当然ミキシングをここでバッチリできるわね、ということになりますね。さて今ね、ここにリードシンセリード系の音色を、アサインしてありますけど、当然もちろんこのナノキー2で弾くもよし、ところがねここでナノパッド2のねこのパッドの部分ちょっと見ててよ。まさにねこのタッチスケールこの機能でカオシレーターみたいなことができるわけです。当然のごとくいろんなスケールがあります。例えば普通にクロマチックだったらこういうのもあれば、これブルーススケールいいね。これちょっと録音してみましょうかね。こんな感じでバリバリにできちゃいますよね。これね今弾いたスケールもさっきのエディター上で自分のスケールを作ることができたりとかもできますからね。これは面白いですよ。はい、ということでね見てください。 iPad、このカメラコネクションキット経由でこの USB が使えるんだけど、ここで、ナノキー2がしっかりとつながっております。動いてるね。今鳴ってるのは、IMS
20でございますがバッチリでございますね。このように、もちろん PC でも iPad でも自在に使えるこの、ナノシリーズ2ですけど、もうこれは決まりだね。もう3つ私は使います。愛用させていただきます。ということで、ナノシリーズ2でした。